毎朝のルーティンは変わらないはずでした。朝7時のニュースと一杯の温かい白湯。73歳になった茂さんは静かに暮らしています。定年を迎えてからもう10年以上の月日、毎月の年金だけでやりくりする生活です。派手な贅沢なんて一度も望みませんでした。ただ普通に暮らすこと、それだけが願いでした。毎朝のルーティンは変わらないはずでした。朝7時のニュースと一杯の温かい白湯。73歳になった茂さんは静かに暮らしています。定年を迎えてからもう10年以上の月日、毎月の年金だけでやりくりする生活です。派手な贅沢なんて一度も望みませんでした。ただ普通に暮らすこと、それだけが願いでした。週末の午後、娘の美穂さんが来ました。いつもなら部屋にはコーヒーの香りが漂うはず。だけどこの日は麦茶が出されました。お父さん、コーヒーは？美穂さんが尋ねると、茂さんは目をそらします。最近、胃に優しくてね。そう言って笑う顔が少しだけ小さく見えました。台所のゴミ箱に見慣れないレシート、スーパーの特売品だけが細かく並んでいました。夕方になっても部屋の明かりがつきません。薄暗いリビングでテレビを見つめる背中、まだ明るいからと茂さんは静かに言います。エアコンのリモコンは引き出しの奥の方へ。うちわを仰ぐ手元が少し震えているようです。2026年の夏は例年より暑いのに何かがおかしい。美穂さんの胸がざわつきます。お父さんは何かを隠しているのかもしれない。数日後の夜、美穂さんは夫に相談しました。年金だけで暮らす高齢者、その厳しさをニュースで見る日々。実家を訪れた時、通帳の隅に書かれた数字、引き落とされる光熱費は毎月上がっていました。それなのに年金の額は変わらない現実。茂さんが大好きなあの和菓子屋のまんじゅうももう数ヶ月も食べていないようでした。娘に心配をかけたくない、その一心だったのでしょう。自分で自分の首を絞めるような節約、大丈夫だからね。そういう父親の靴下が少し擦り切れていました。白髪が増えた頭を見て美穂さんは涙をこらえます。かつては大きく見えた頼もしかった父親の背中、今はこんなに小さくなってしまった。何もできない自分が情けなくなりました。ある日のこと、美穂さんは役所の前を通りかかりました。一枚のポスターが目に飛び込んできました。シニア向け支援制度のご案内。知らないことばかりでした。国や自治体は用意している。だけど誰も教えてはくれない。申請しなければ存在しないのと同じ。お父さんが損をしている。毎月少しずつ、怒りよりも先に気づけた安堵が広がります。難しい書類を前にして諦めていたのかもしれない。私が一緒にやろう。美穂さんは強く心に決めました。プライドを傷つけずに自然に伝える方法を一生懸命に考え始めました。次の週末、美穂さんはノートを持って行きました。お父さん、ちょっと片付けしよう。そう言って広げたのは古い領収書の束でした。まず最初に取り組んだのは電気とガスの明細書。2026年現在の政府による物価高騰対策支援金、自治体ごとの上乗せも実はたくさんあります。
美穂さんはスマホを取り出し、一緒に画面を見つめました。ここにチェックを入れるだけみたい。年金受給世帯向けの光熱費減免の手続き。茂さんは老眼鏡をかけ、ゆっくりと文字を読みます。2つ目の行動は、台所の古い冷蔵庫でした。15年も使っている。電気代がかかる原因。省エネ家電買い替え補助金。自治体の窓口に行き、申請書をもらってきました。対象の家電を買うと、数万円が戻ってくる制度。これなら電気代も安くなるね。茂さんの目が少しだけ輝きました。最後に見直したのは、お薬手帳と検診の案内。一定の年齢になると、医療費負担軽減の特例。さらに指定の健康診断を受けるだけでもらえるポイント。それがお買い物券になる隠れた仕組みでした。知らんなあ、こんなこと。茂さんはぽつりとつぶやきました。難しそうな書類も2人で書けば怖くない。名前を書き入れる茂さんの手がどこか楽しそうに見えました。知ることで変わる暮らし。小さな一歩が始まりました。1ヶ月が経ちました。実家のリビングは暖かでした。エアコンが静かに心地よい風を送っています。我慢することをやめた。茂さんの表情は穏やかです。テーブルの上には久しぶりのコーヒー、新しい冷蔵庫も静かに動いています。そしてあの和菓子屋のまんじゅうが並んでいました。美穂、これ食べなさい。差し出されたまんじゅうを美穂さんは一口かじります。甘い味が口いっぱいに優しく広がっていきました。お父さんが無理をしていない。それだけで胸が熱くなります。補助金ちゃんと入ってたよ。通帳を見せる茂さんの顔にかつての自信が戻っていました。頼ることは恥ずかしいことじゃない。国がくれた権利なのだから、そう気づいてくれたことが何より嬉しかったのです。擦り切れていた靴下は新しいものに変わっていました。小さな変化だけど確かな幸せがそこにありました。今日もどこかで静かに我慢しているシニアがいます。迷惑をかけたくない。その優しい嘘のために、だけど少しの知識と小さな行動があれば守れる笑顔があります。大切な人の明日を。あなたの親御さんは大丈夫ですか？実家のレシートをそっと見てみてください。そこには小さな SOS が隠れているかもしれません。手遅れになる前に一緒に書類を開いてみませんか？温かいコーヒーをもう一度入れるために静かな夕暮れの中、茂さんの家から明かりが優しく明かり始めました。